はい、始まりました。今回はなんかリクエストをいただいたことによっていっぱい来ちゃったという話をして、まずリクエスト答えていきます。はい、一つずつ迅速に答えてください。迅速に答えていきたいんですけども、そんな中でまず最初の方にリクエスト来たカードがありまして、はい、今日はメイズエンドの話になります。なるほど、珍しいパターンですね、はい、これは。そうです。逆に統率者ではなく、メイズエンドっていうカードの、リクエストになります。なるほど。はい。でこいつを中心にトークをしていくという回になるんですけども、はい、まず一応メイズエンドの能力の説明からさせていただきたいと思います。はい。迷路の終わりというカードでして、はい、土地になります。土地ですね。はい。こいつはタップ状態で場に出ます。やばいです。なんと無色1マナを超えられます。はい。やばいですね。無色ですね。3マナタップでこれを手札に戻します。はい。3マナとタップしてってことは戻っちゃう。これ合計3とこれ1通が必要だと4実質必要だということですよね。はい。で手札に戻して、ライバリーから門を1枚探して、戦場に出します。で異なる門を10個以上コントロールしているとゲームに勝利します。はい。これはまあやられたことありますか？決められたことはないです。僕決められたことあるんですよ。これまあ結構カジュアルなタクだと王道なコンボなんですね。王道ではないと思うよ。熱狂的なファンは結構いらっしゃいますよね。熱狂的なファンはいる。意外とでもなんか見てて楽しそうでしたね。すごい。メイズエンドってだってやっぱり特殊勝利して、こんな勝ったら楽しいに決まってるじゃないですか。そりゃそうなのよ。そうですよね。そりゃそうなのよ。まあ例えば門で思い浮かぶのがなんですけど、例えばラブニカのギルドの時に、ギルド階段っていうカードあったと思うんですけど、門が出るたび2マナ払うんでしたっけ？マナ払ってドローみたいな。マナ払ってドローみたいなギルド階段とか、あと迂回路っていう4コスで門を2個持ってこれるっていうタップインですけど、でも門はタップインだから。門はタップインですからね。でそういうのとかふと浮かぶんですけど、この門の歴史について、我々は今回調べてきまして、はい、メイズエンドの、歴史を調べてきました。今日はその歴史を振り返っていくというトークになります。はい。まず最初に、やられたのがアラーラの子というのが流行ったみたいなんですね。アラーラの子はご存知でない方もいらっしゃると思うんですけど、5色の統率者になりまして、はい、要は死亡誘発で土地内に全てのパーマネントを破壊するという、はい、合ってますよね。はい、はい、ただこれ注意事項がありまして、はい、注意事項がある。はい、昔の統率者のルールだと、はい、死亡誘発起きなかったんですね。あ、そうなんですか。はい、はい、要は死亡してから統率者領域に行くじゃなかったんで。あ、なるほどなるほど。はい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 。統率者領域に行くか、はい、墓地に行くかだったんですね。なるほど。そんなルール改定があったんですね。はい、そうです。これもしかしたらアラーラのこのおかげでそのルール改定があったのかもしれないと。そのルール改定あった時に結構アラーラの子いけんじゃねえかみたいな話はね、出たんですよ。そうなんですね。そんな歴史があったんですね。歴史深いですね。はい。でアラーラのこの時は結構前ですよね、これ。でもそのルール書いてあったの自体は、4、5年ぐらい前なのかな。そうなんですね。でまあアラーラの子がなんでメイズエンドでいけるのかって言いますと、5色だと。でこれ要は土地内パーマネント破壊するなんで、要は時間稼げますよね、こいつで。そうね。次元の浄化を打ってるようなもんですから、そうね。そうですよね。一応相手の盤面を全部更地にできる。という意味でこいつが一番時間稼げるということで、まあ当時は要はスケープシフト、風景の変容はあったと思うんですけど、風景は4マナで、土地を好きなだけ割くって、その数場に出すというカードなんですけど、まあでもタップインですよね。タップインですね。なので1マナの勢力の5歩という、パーマネントがタップインする場合アンタップインするっていうアーティファクトがあるんですけど、それとのコンボで、メイズエンドが
アンタップ状態で起動できて、それでね決まるということだったんですよね。はい、そうですね。合ってますよね。じゃあ合ってます。でその兼ね合いで、緑そばの見張りっていうカードがあるんですけど、はい、これが当時迷路の終わり、ドラゴンズメイズの時におそらくやられた方いたのかもしれないといういるのかな。緑そばの見張りはその2マナの21のクリーチャーでタップすると門を1個アンタップできる、ということでメイズエンドはタップインなんですが、これアンタップできるので、メイズエンドがアンタップした状態で3コスで起動できるという、どこからその3コス出てくるんだ状態ですけどね。まあ当時はめちゃくちゃ大変なデッキだったんだろうなということで、ただまあおそらくですけど、でも特殊賞じゃないですか言うて、これその熱心な、ファンはいたと思うんですよ。いたと思うよ多分。これを決めたいというそういう要望があって統率したレジェンズで、強化されたパーツがあるんですよね。それが大地の作り直しというカードになるんですけども、こう大地の作り直しが、9マナで、ライブラリーから土地カードを10枚探して、タップ状態で戦場に出す、まあ、これはもちろんさっき説明した勢力の5歩が必要になってくるんですが、一応勢力の歩と大地の作り直しのコンボで、9マナのコンボということで、一応決まるんじゃないかというのが実現されるようになったと。でここでまあそれじゃ足りねえぞということ。これだともう要は全てのギルド門を投入することになるんで、そうですね、5色でしかデッキは組めませんと。ということで、今度バルダーズゲートが、俺たちのバルダーズゲート、俺たちのバルダーズゲートです、の戦いが始まりました。でなんと今度は門が追加されまして、めちゃくちゃ増えたと。なんとその3色でもそのメイズエンドが決まるぐらいの数に門が増えたことによって、まあ門デッキを検討したことがある方は絶対聞いたことあると思うんですけども、9本指のキーメという、もうやってくれよっていう討論者がいまして、これいつの能力一応説明させていただきますと、スルタイの4マナで44です、で威訳ですと5法9点というよくわからない5本持ってる。もう絶対無理、まあそんなことないか、結構9点払えるかな。痛いよ痛いよ。それを払ってまでこいつを除去する人はいないと思うよ。でこいつがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるとライブラリートップ9枚見てその中から門を1枚出していいという、で9個以上コントロールしていると手札に加えると、そうだね、残る後のライブラリー下に無造作に加える、これどう考えてもまず逃走者出された時点で門デッキですよねって言われるっていうそう書いてあるんだからこいつに関してはメイズエンドですよねって言われちゃうということもありまして、実はもう一個この3色になったことによって、いけるデッキっていうのが逆に出てきたという、これは一番おすすめのメイズエンドでおすすめのこの逃走者がこいつになるんですが、ラグーンの神秘家アーチェロスというカードになってまして、こいつも数体でして、数体なんですけども、こいつの能力は24です、スタッツは。で、こいつがタップ状態である限り他のパーマネントはタップ状態で戦場に出ると、で相手のターンはタップ状態だと、になんかどうにかして、殴ったりとか、なんとかして、でアンタップ状態である限り他のパーマネントはアンタップ状態に場に出る、つまり自分のターンは勢力の5歩がついてる状態になると、いうことになりまして、こいつを逃走者に指定しますと、なんとさっきの大地の作り直しというカードの1枚コンボになるという、といってももう9マナなんだぞと。だから9マナに到達するために、もうランプしていくっていうデッキになると思うんだけど、まあ一応1枚コンボになります。1枚コンボですよね。だいぶ強化されてますね。これ歴史の中でメイズエンドはだいぶ強くなってるという、これで今何か気づいたことありますか？今の話の流れ、今いろいろ説明しちゃいましたけど、こう話の流れで何か気づいたことはありません？ないですか？僕ね、1個とんでもないことに気づいてしまったんですけど、これ今
よく考えてください。逃走したレジェンドで強化された、バルダーズゲートで強化された、ということはこれからも強化されるんじゃないかってこともしかして次の、逃走者の、マスターなんか来ますよね、マスターズみたいな。来ますね。あれで、門強化されます。いやいや間違いなく強化されます。あれほらマスターズだから再録セットだからあれ。でもレジェンズなんか来るんじゃなかったでしたっけ？逃走者セット用の中にはね、レジェンズと、逃走者レジェンズ次来ますよね。来ますね。それで強化されますよ、もう。なるほど。いやでもおそらくどうでしょうね。次はもうめちゃくちゃガチのタクでもいけるくらいに強くなるかもしれないんで。なんですか、デュアルランドにモンテクついてるカード出るかもしれないみたいな。なるほど。なわけあるかみたいな。もしかしたらドラゴンの迷路は、今のうちに買っておくのが得かもしれないという。値上がりするかもしれない。値上がりするかもしれないという。これは在庫が枯れてしまうかもしれないですね。そうですね。はい。まあそんなとこで今回の動画は以上になります。はい。おしまい。